こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの編み応えがたっぷりのこちらの毛糸を使って一年中使えそうなこちらのクッションカバーを編んでいきます。動画で使用している毛糸はダイソーさんのポリエステル毛糸、色はベリーとホワイトとブルーを使用して編んでみました。クッションはセリアさんのものを使用しました。お好きなサイズのものをご用意いただいて大丈夫です。1つ約500円で編めて、2個編んでも材料費800円で編むことができました。しかもこちらの毛糸全部で約600メートルあるということで、クッションを2個編み終えてもまだこれだけの毛糸が残っています。とってもお得なので、ぜひダイソーさんでチェックしてみてください。かぎ針は6号を使って編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。解説しながら編んでいきます。最初に輪を作って糸を引き抜きます。輪ができたら鎖1、2で立ち上げます。輪の中に長編みを1回編みます。鎖を1つ編んだら長編み2目の玉編みを編んでいきます。針に糸をかけて1つ目、この状態のものをもう一つ編みます。針に糸をかけて2つ目、この状態ができたら針に糸をかけて一度に引き抜きます。これが長編み2目の玉編みになります。鎖を1、2、3回編んだら長編み2目の玉編みを編みます。1回同じものをもう一つ作って針に糸をかけて一度に引き抜きます。鎖を一つ編んで長編み2目の玉編みを編みます。玉編みが編めたら鎖を3目編みます。鎖3目が編めたら玉編みを編みます。鎖を1つ編んで玉編みを編みます。鎖を3目編んで玉編みを編みます。
鎖を一つ編んで玉編みを編みます。玉編みが全部で8個編めたら、鎖を3つ編んで、1つ目のこの部分に針を入れて、糸を引き抜きます。編み始めの糸をぎゅーっと引っ張って、これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。2段目からの玉編みは長編み3目の玉編みになります。解説しながら編んでいきます。1段目の編み終わりから玉編みと玉編みの間の鎖のところに針を入れて糸を引き抜きます。鎖1、2、3で立ち上げ、さらに鎖を1回、2回編みます。下の段の鎖3目のところに針を入れて、長編み3目の玉編みを編んでいきます。針に糸をかけて1回、2回、3回編んだら針に糸をかけて一度に引き抜きます。これが長編み3目の玉編みになります。鎖を3つ編んで、同じところに長編み3目の玉編みをもう一つ編みます。1回、2回、3回編んで一度に引き抜きます。玉編みが2つ編めたら鎖を2回編んで、下の段の玉編みと玉編みの間のこの部分に針を入れて長編みを1回編みます。鎖を2回編んだら、下の段の鎖3つのところに長編み3目の玉編みを編んでいきます。玉編みが編めたら鎖を3つ編んで、同じところに針を入れて玉編みをもう1回
編んでいきます。2つ目の玉編みが編めたら、鎖を2つ編んで、下の段の玉編みと玉編みの間のところに針を入れて、長編みを1回編みます。鎖を2つ編んだら、下の段の鎖3つのところに玉編みを編みます。玉編みが編めたら、鎖3つ編んで、同じところに玉編みをもう一回編みます。鎖を2つ編んで、下の段の玉編みと玉編みの間のところに針を入れて、長編みを1回編みます。鎖を2つ編んで、下の段の鎖3つのところに玉編みを編みます。玉編みが編めたら、鎖3つ編んで、同じところに玉編みをもう1回編みます。玉編みが編めたら、鎖を2つ編んで、1つ目の鎖1、2、3で立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。解説しながら編んでいきます。2段目の編み終わりから鎖1、2、3で立ち上げます。下の段の鎖2つのところに長編みを1回、2回編みます。鎖を2つ編んで、下の段の鎖3つのところに針を入れて、長編み3目の玉編みを編みます。玉編みが編めたら、鎖3つ編んで、
同じところに針を入れて玉編みをもう一回編みます。2つ目の玉編みが編めたら鎖を2つ編んで下の段の鎖2つのところに長編みを2回編みます。1つ目、2つ目、下の段の長編みのところに長編みを1回編みます。下の段の鎖2つのところに長編みを2回編みます。1回、2回。長編みが5回編めたら鎖を2つ編んで下の段の鎖3つのところに玉編みを編みます。1つ目の玉編みが編めたら鎖を3回編んで同じところに針を入れて玉編みをもう1回編みます。2つ目の玉編みが編めたら鎖を2回編んで下の段の鎖2つのところに長編みを2回編みます。1回、2回。下の段の長編みのところに長編みを1回編んで下の段の鎖2つのところに長編みを1回、2回編みます。長編みが5回編めたら鎖を2つ編んで下の段の鎖3つのところに玉編みを編みます。玉編みが編めたら鎖3つ編んでもう一つ同じところに玉編みを編みます。2つ目の玉編みが編めたら鎖を2つ編んで長編みを5回編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目。長編みが5回編めたら鎖を2つ編んで下の段の鎖3つのところに玉編みを編みます。
1つ目の玉編みが編めたら、鎖を3つ編んで、同じところに玉編みをもう1つ編みます。2つ目の玉編みが編めたら、鎖を2つ編んで、下の段の鎖2つのところに長編みを2回編みます。最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。直線の長編みの数が9目になります。3段目の編み終わりから鎖3つで立ち上げて長編みを2回編みます。1回2回、下の段の鎖2つのところにも長編みを2回編みます。1回2回、鎖を2つ編んで、下の段の鎖3つのところに玉編みを編みます。1つ目の玉編みが編めたら鎖3つ編んで、同じところに玉編みをもう1回編みます。2つ目の玉編みが編めたら鎖を2つ編んで、ここから長編みを9目編んでいきます。最初に下の段の鎖2つのところに長編みを2回編みます。下の段の長編み5目のところにも長編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、下の段の鎖2つのところにも長編みを2回編みます。1回、2回、これで直線部分の長編み9目が編めました。鎖を2つ編んで、下の段の鎖3つのところに玉編み、鎖3、玉編みを編みます。2つ目の玉編みが編めたら鎖を
2つ編んで、ここから長編みを9目編んでいきます。下の段の鎖のところに長編みを2回編んで、ここから5目長編みを編みます。1、2、3、4、5。長編みが5回編めたら、下の段の鎖のところにも長編みを2回編みます。これで直線の長編み9目が編めました。鎖を2回編んで、角に来たら玉編み、鎖3、玉編みを編みます。2つ目の玉編みが編めたら、鎖を2回編んで、ここから長編み9目編んでいきます。直線の長編み9目が編めたら、鎖を2つ編んで、角のところは玉編み、鎖3、玉編みを編みます。2つ目の玉編みが編めたら、鎖を2回編んで、下の段の鎖2つのところに長編みを2回編みます。最後に1回、2回長編みを編みます。1つ目、2つ編めたら、最初に鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。角のところの編み方は同じ編み方の繰り返しになるので省略させていただいてます。4段目の編み終わりから鎖3つで立ち上げます。ここから長編みを6目編んでいきます。最初に長編みを4目編みます。
長編みが4目編めたら、下の段の鎖のところにも長編みを2回編みます。長編みが6目編めたら、角のところはこちらを編んでいきます。角の鎖2つまでが編めたら、直線部分は長編みを13目編んでいきます。下の段の鎖のところに長編みを2回編んでから、長編みを9目編んでいきます。下の段の長編みのところに長編みを9目編んだら、鎖のところにも長編みを2回編みます。これで直線の長編み13目が編めました。角のところは同じ編み方の繰り返しになります。角が編めたら直線部分は長編みを全部で13目編んでいきます。直線部分の長編み13目が編めたら、角のところは同じように編んでいきます。角が編めたら直線部分の長編み13目を編んでいきます。直線の長編み13目が編めたら、角のところは同じように編んでいきます。角が編めたら、下の段の鎖のところに長編みを2回編んで、長編みをあと4回編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、長編みが4つ編めたら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。最後の直線部分も鎖の立ち上げを含めて全部で13目できていれば大丈夫です。これで5段目が完成です。6段目の編み図がこちらです。編み方は同じで直線の長編みの数だけ増やしていきます。5段目の編み終わりから鎖3つで立ち上げます。ここから長編みを全部で8目編んでいきます。
鎖の立ち上げから長編みが8目編めました。角は同じ編み方の繰り返しになります。ここから直線部分は全部で長編みを17目編んでいきます。長編みが17目編めたら、角は同じ編み方になります。角が編めたら直線の長編み17目を編んでいきます。この繰り返しで1周編んでいきます。4つ目の角も編み終えたら、最後は長編み8目編んでいきます。長編み8目が編み終えたら、最初に鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで6段目が完成です。7段目からも長編みの数を増やしながら同じように編んでいきます。この後に編み図がありますので、長編みの数を参考にして1段ずつ編んでください。編み図を紹介する前にカラー部分のサイズについて説明します。動画では17段目まで編んでいます。クッションに合わせた時に一回り小さいぐらいのサイズまで編んでいます。この後白い部分を約3センチ編んでから2枚一緒に編んでフリルをつけていきます。動画ではクッションに
厚みを出したかったので、カバーは少し小さいサイズで仕上げました。使用するクッションに合わせてカラー部分は好きなサイズに編んで大丈夫です。ここからの動画は7段目からの簡単な編みずれの紹介になります。同じものを2枚編むので編み応えがあります。嫌にならない程度に休憩しながらゆっくり編み物を楽しんでください。18段目以降も編んでいく方は編み図のように長編みを増やしながら編んでいってください。同じサイズのものが2枚編めたらカラー部分は完成です。お疲れ様でした。後編では白い部分を編んでクッションを仕上げていきます。完成までもう少しです。お楽しみに。メンバーシップにご登録いただいた方には動画への質問やうまく進まない時にご質問いただけます。動画以外にもさらに詳しく質問したい方のためにサイズ変更など個別相談もできるプランも新設しました。メンバーシップ限定の動画も少しずつアップしています。さらに編み物を楽しみたい方におすすめです。いつもいいねボタンやコメントをいただき本当にありがとうございます。励みになっています。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。